はい、皆さんこんにちは。本日は日野プロフィアと三菱スーパーグレート、こちら2台並んでるわけですけれども、当社というのはね、今整備拠点全国に拡充しているわけで、支店にね、隣接している整備工場の場合はね、すぐいろいろと問題解決できるわけですけれども、そういうのがない、支店もね多くございます。それはね他社さんでも同じだと思うんですけれども、そんな時にわざわざね整備工場行かなくても応急処置などねできる項目があるかどうかというのを、長谷川工場長にね聞いてみたいと思いますので、長谷川さんよろしくお願いします。はい。はい、まずエンジン関係ですけれども、はい、フロントパネルを開けて、もし水が減ってる場合はここだけで減ってて、ここで気をつけてほしいのは、運転席にラジエーターマークで水不足が出てる場合か、それが出てないのか、出てなくてここだけ減ってるんであれば、これぐらいで減ってるんであれば普通に水を足してもらったら大丈夫です。ただラジエーターマークが出ててここがいっぱいになってる場合、これはエンジン吹き返してます。その場合は、すぐにでも修理工場に入れてください。急遽その整備工場まで自分で走らなければいけない、っていう場合はここに水はもう入りません。その場合はキャビンを上げて、このラジエーターの上にメインタンクというのがついてます。外からは見えないんですけども、そこに水を入れない限りは水不足というのは消えません。だからここでできるのは、まずここが水入ってるかどうか、ラジエーターランプ水不足が出てるかどうか、それを確認した上で、ここまで減ってるんであれば普通の水を入れたら大丈夫です。あとエンジンオイルに関しては、まずエンジンオイルの量を見てもらいます。エンジンオイルの量、規定量はちょうどこの真ん中ぐらいです。でこれがロアレベルのところで少ないなっていう時は、ここからエンジンオイルは入れれるんですけれども、入れる場合、まずここのレバーを引っ張ってステップを開けます。その後ここのカバー、これはもう引っ張ったら取れます。これを取ってここからエンジンオイルを補充。基準として目安なんですけれども、このロアレベルからアッパーレベル、この間だいたい8リッターです。今ちょうどこのロアレベルのところで真ん中ぐらいまで入れようと思ったら4リッターぐらい入れたら大丈夫です。これが何もついてないっていう場合、この場合は入れる前にまずオイル漏れを起こしてないかどうかを見てください。でこれがインジケーターにオイル不足、これが出てたら本当に危険です。それが出てなくてついてない場合は、まず5リッターぐらいを入れてください。それで5リッター入れてもこの辺まで来てるようであれば、また追加で2、3リッター入れたら真ん中ぐらいに来ます。それが5リッター入れても全くつかないっていう場合は、何か異常、オイル漏れとか起こしてるので、その場合は整備工場に言ってください。すごいですね。こんな分解できるんですね、ここね。そう。これカバー開けやんとオイル入れられへんから、これドライバー知らん人多いからね。ってことは、そういうドライバーさんもしかしたらキャブを上げて入れてる可能性もあるよってことですね。そういうことも。不装の場合はここからのインレットホースがないから、不装の場合は必ずキャビンを上げないと入れられない。その違いがあるということですね。でここは水でいいんですか？これもう普通の水で、でここまで減ってても、クーラントというのはここに実際3、40リッターぐらいは入ってるんで、そこまで薄くはならないです。であとよくあるのが、ワイパーが2つで、ワイパーモーター回ってるのにここが1個しか動いてないとか2個しか動いてないっていう場合は、ここの、ロッドが外れてる場合があります。その場合はもう単なるはめ込みなので、それをはめ込んだだけでワイパーは動くようになります。ただその場合はもうここ弱ってるので、修理工場でこのロッドを変えてください。もうこれだけでこのリンクロッド、よく外れたりするんでね、その辺はこれだけで治ることがよくあります。わかりました。あとこれもよく掃除した方がいいんですよね、これエアコンの。このエアコンのフィルター、ここじゃなくて、一番大事なのはここです。そっちなんですね。ここにほこりが溜まったら、それだけで風が弱くなります。でよくあるのがね、気をつけてほしいのが、助手席の足元にコンビニの袋を置いてるだけで、これ吸い込みの力が強いんでね、ここを吸い取ってしまいます。でここに前でもあったのが、これ外したらここにコンビニの袋が出てきたっていうのもあります。それがここに張り付いて全く風が出ない。こ
このモーターブロワーモーターしっかり回ってるのに風が出ないっていう場合はここが詰まってる可能性が高いです。この辺もよく見といてもらったらいいです。ありがとうございます。その他はなさそうですか、ここの部分では。ドライバーさんで見て分かるのはエアコンが効かないっていう場合にここを見てもらう、ここがもうボコ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 ってなってる場合は、泡がすごく泡立ってる場合、これガス不足の可能性があります。このレンズみたいな、このレンズ、それとあとこの低圧パイプ、こっちが高圧パイプ、この低圧パイプがガッチガチに凍ってる場合、霜がついて、この場合はエキスパンションバルブというのがこの中に入ってるんですけれども、そこが詰まってるっていう可能性があります。それはもうここが凍ってたらそういう可能性が高いので、その場合はもう修理っていう形になります。運転席のモニターの見方で、ドライバーさんでも分かりやすいのがこのまず DPR すす焼き、すすの堆積量、これがもう4、5ぐらいにいくともうすすが溜まってます。普段は自動再生がかかるのですす焼きはやってくれてます。ただ磁場とかよく止まるところの場合はこれが溜まっていくので、手動再生、この再生ボタン、これを押してもらうとすす焼きがスタートします。このランプがついたらこれでだいたい10分から15分ぐらいですす焼きが終わればこのメーターはゼロになります。なので、長距離以外の方はこのすす焼きこまめに1日1回は必ずやってもらった方がDPR にも優しくなります。その辺はしっかりやってください。これ DPR が不要になるとどんぐらいかかるんですか、修理とか。最近頻発してるんですよね、うち。DPR だけでだいたい50万ぐらいはかかります。それと SCR 両方、交換となると100万円単位になってしまいます。なので普段からの手動再生、これがすごく重要になってきます。なるほど。うち長距離がメインだけど、やっぱ自場便とかだとね、そうですね、そういうのを怠ってるとかね、見逃してるケースがあるので、皆さん気をつけてくださいということです。次に、チェックランプがついた場合、この場合何のチェックランプか見るのはこの左右ボタンで合わせていきます。左右ボタンでスパナマークのところに合わせます。そしたらここでシステムチェック、これで現在故障なのか過去故障なのか、これをまず見ます。これで現在故障で見た場合、今は何の問題もないので出てこないんですけども、ここでエラーコードとかが出てきます。そのエラーコードを整備の方に伝えてもらえれば何の故障なのか分かるのと、あと最近はチャット GPT でも日のエラーコード、P20EE とか入れてもらったら答えてくれることがよくあるので、自分でもこれは何の故障かっていうのは見ることはできます。なので真夜中とか配車とかもし連絡つかない場合、そのエラーコードをチャット GPT なりウェブで検索することは可能になってます。でこのチェックランプもこのオレンジと赤があって、このオレンジのより赤のが危険度が高いっていう意味なんですよね。そうです。赤の場合はもうそれ以上走行するのはすごく危険です。もう走らない方がいいです。即修理。でオレンジでも走れる場合と走れない場合があります。ただそれはもうこちらとしても故障診断機をつないで見てみないと何とも言えないっていうところがよくあるので、まずは何のエラーコードなのか、そのエラーコードは何を示しているのか、それを見た上での判断になると思います。ありがとうございます。あと車内で乗務員さんでなんとかなりそうなものってあったりしますでしょうか。エアコンとかどうですか。エアコンではまず最近の車はどうかわからないんですけど、昔の車やったらコンプレッサーが故障したらこのエアコンのマーク、この辺が点滅します。点滅したらコンプレッサーが壊れてる。でエアコンでもスイッチ入れて風はフルになってるのに風が出ないっていう場合はブロワーモーターもしくはリレーもしくはヒューズで、風は出てるけど冷えてない場合、これはいろんな原因があるので、これはもう見てみないと、ガス漏れなのかコンデンサーモーターなのかエバなのか、いろんな原因があるので、まずはエアコンたまにできるのは風が出ないっていう場合、助手席のホースが出てるところらへん、あこをボンって叩いたら風が出る場合があります。そうなんですね。それはもう1回、2回で完全に潰れてしまうんで、気休め程度、もうすぐに修理やってもらった方がいいです。わかりました。タイヤの注意点なんですけれども、フロントタイヤはパンクしたらぺったんこになるからすぐ分かれます。リアタイヤの場合よく見落としがちなのが、リアタイヤの内側がパンクしてる、釘踏んでパンクした場合、
釘踏んでパンクした場合でも、この大型トラックのタイヤの場合、釘刺さってもすぐにぺったんこにはなりません。時間を置いてだいたい 2,3 日ぐらいかかります。空気圧がゼロになるまで。それまでに空気圧センサーで反応すればすぐ分かるんですけれども、空気圧センサーが切れてる場合、その場合反応しない場合があります。その場合はパンクしたまま走ることになります。その場合どういった症状が起こるかというと、このリアの内側パンクしてる場合、内側だけがツルツルに変摩耗します。でワイヤーまで見えるようになって、最終的にはバーストっていう形が起こりやすいので、必ず空気圧しっかり叩いて、この跳ねるかどうか。パンクしてる場合は叩いたら跳ねなくてボコッっていう形で止まります。それをしっかり見てください、はい、であともう一つ危険なのはやっぱり縁石で引っかいてしまう場合、このタイヤね、横から見たらこういう感じになってます。そのワイヤーが周りを囲むような感じでワイヤーが回ってる。その中でもこの部分がワイヤーまでの距離が一番薄いところです。だから特にこの辺に亀裂入った場合は特に気をつけてください。ワイヤーまで近いのでバーストの可能性がすごく高くなります。なのでここら辺で亀裂が入った場合はすぐにもうタイヤは交換してもらった方がいいです。そうですよね。要はワイヤーだから錆びてきて、ね、またそこでどんどん弱くなりますもんね。もうそれで一気に劣化して、ワイヤーって外気に触れたら錆びるのがすごく早くなるんで、もうワイヤーが見えたら即交換っていう形でやってください。ホイールナットで気をつけてほしいのは、今ちょっと薄くなってるんですけど、こういう錆び汁が放射状に出てる場合、これはもう明らかに緩んでる証拠です、はい、でこのホイールナット気をつけてほしいのは、ホイールナットを一回手で締めます。そこからインパクトで700ニュートンぐらいで締めたとしても、ここから約180度も締まりません。これぐらいかな。これぐらいが本当の締め付けなんです。それがここが90度ぐらいに戻った時点でだいたい錆び汁というのが出てきます。この時点ではまだ叩いても振動って伝わりにくいです。そこからさらに15度20度緩めたぐらいでやっと振動が出てきます。あと手で締めた状態とこの振動が本当に分かる状態っていうのはもうこれぐらいの差しかないです。なのでホイールナットを叩いて振動が出てくるっていうことはすごく危険な状態になってます。なので運行前点検ではその状態をしっかり見る。まずはこの錆び汁が出てないかどうかを見てください。じゃあまず先に錆び汁が出ると。そうです。錆び汁が出た時点でもう増し締めやってください、はい、増し締めやったらだいたいね90度ぐらい締まってしまうんですよ。だからそんだけもう緩んでしまってるということになってます、はい、なのでこの錆び汁は特に要注意で見てください。これのことですか？さっきの。そう亀裂ね。タイヤの亀裂はこれのことですね。これもやっぱり当てたんですかね。そうですね。もうだから縁石か何かもう結構亀裂が深くとまでいってるんで、これが結構危険な状態ですね。こうなってます。まだワイヤーまでは行ってないんで、これギリギリの状態かなって感じですね。なるほど。まあこういう状態でもほっといたらいけませんよと、そういうことですね。で、これね、はい、フロントタイヤの、片べり。フロントタイヤっていうのはやっぱりトーインがあってキャンパー角があって、こういう状態で走ってるので、やっぱりこの外側が減りやすくなってます。それとあと一番は荷重、エンジンの重さ、荷物の重さ。荷物も前から積んでるのが多いので、前荷重がやっぱり激しいんですよね。だからここがよく減ってしまいます、はい、これがツルツルになってる危険な状態もあるのでね、ここはよく見といてください。はい、じゃあ続いて負傷の方行きましょう。はい、最近負傷の故障でよくあるのが、インジケーターに水不足が出る場合があります。水不足が出てるにもかかわらず、ここ見たらちゃんと水が入ってる。この場合は水量センサーというのがここについてます。これね。どれですか？それね。はい、この水量センサーが異常を起こしてて、水をちゃんと測ってないっていうのがあります。この水量センサーでもこの本当の新型じゃなくて旧型、これ今こういう L 字になってるんですけども、まっすぐ上に上がってるタンクがあるんですけども、はい、そのタンクの横に水量センサーがついてるやつが一番潰れやすいです。なので、水不足が出た場合はまずは、このメインタンクに水が入ってるかどうか、これを確認してからやってください。それで、水が入ってるんであればセンサーだけの問題なので走行には問題ありません。はい、そしたら、負傷のマルチモニター、これの見方。まずは、ここで DPF。日野の場合は DPR って言ってました。負傷の場合は DPF。これ、メーカーによって言い方が違います。イスズは DPD。全部同じ意味です。ディーゼルパティキュレートリデュケーション。これが日野。
ディーゼルパティキュレートフィルター、これが不相で、あとイスと UD もあるんですけれども、大体同じディーゼル下保臭フィルターっていう意味になってます。でここでの見方で言えば、もし不相でチェックランプがついた場合、まずこのイベント、先ほどオイル量を見たそのもう1個下、ここのイベント数のところに1とか2とか出てます。それを押してもらうと何の故障コードかっていうのも出てきます。でよくあるのがね、このメンテナンスマークがここで点滅点灯して、これ故障じゃないかっていう依頼とかも出てくるんですけども、これ実際にはエンジンオイルまでの距離とかそういうのになってるんで、トランスミッションのオイル、リアアクセル、これ全てリセットできます。その場合はここに合わせた後右にやって、値をリセットします。はい。ってやったらもうこれで、メンテナンスは消えます。なので、まずこれはもう自分で全部できるのでね、全部メンテナンス、リセットをやっておいてもらえれば、このスパナマークがなんか出てるおかしいなって思わなくてもいいかなと思います。これは整備とかで消してくれるんですか、毎回車検とか。消せるんですけれども、正直ドライバーさんでもできるんじゃないかなってそういうことですね。いうこともあるんでね。はい。まずは取説読んでください。はい。いろんなことが載ってるんでね。で、あとはこのイベントで見てもらう。で、ここでオイル量を見たり、チェックランプを見たり、そういうことができるので、ここで調べてもらえれば、さっきと同じように、チャット GPT なり、ウェブでその故障コードを調べると、これは何の故障かっていうのもある程度は分かります。ロードサービスとかむやみに呼ぶ必要もなくなるよということですね。なくなる可能性もあります。はい。はい。ありがとうございます。はい。その他エアコンなんかも同じ感じですね。ブロワーモーターの問題があった場合とかは。はい。エアコンは大体同じ伝送性使ってるのが多いんで、大体一緒です。一緒ですね。そしたら不相のエンジンオイルの追加の仕方、日野の場合は必ずフロントパネルを開けてください。不相は開ける必要はありません。で不相の場合は低床高床で場所が違うんですけれども、だいたい高床、あとショートキャブはここにキャブチルトのレバーがついてます。これピンを外してアップ、これだけです。これカバーなくなっちゃったんですか？ない。そうなんですか。で、まず入れる前に何リッター必要なのか、先ほども言ってたようにメーターのところに、オイルレベル低いって出て4リッター補充とか8リッター補充とか、その場合はその数量だけ入れてください。それで入れるのは足元がちょっと悪いので、このアスクルのところに足を引っ掛けたら、ここにピラーキャップがついてます。これをひねってもらったら開きます。ここからエンジンオイルを4リッターなのかそれ以上なのか、それを入れてもらいます。それでもうフィラーキャップをしっかり閉めてください。これ途中までしか閉まってなかったら振動で全部外れてしまって、ここからオイルが吹き出してしまうんでね、これはしっかり閉めるっていうのを徹底してもらうようにお願いします。このじゃあアスクルのところかけていいんですね、足ね。全然大丈夫です。はい。で気をつけてほしいのは、もうこの辺には絶対足をかけない。ここは大丈夫ですけども、ここかぐらいでやってもらえればいいかな。はい、ありがとうございます。で、閉める際も、エンジンオイル入れたら、そのオイルのジョッキであったりウエスであったり、絶対置き忘れのないように車両火災の原因にもなるんです。はい、はい、でまたこれをダウン、必ずこのモーター音がなくなるまでで、あとこっちにカチャッとロックして、ピンを差し込む、ここまではしっかりやってください。そうか、オイルだから日野はね別に足せるからね、上げる必要ないですもんね普段。ただラジエーターパンクした時に、水を足しながらちょっと走らなあかんっていう時があるから、その時の入れ方、まずキャビンの上げ方から、日野の場合はまずフロントパネルを開けます。でフロントパネルを開けて、次にここにねステップカバーのレバーがあります。これを引っ張ります。そしたらここにキャブチルトのモーターのスイッチがあります。これがね旧型と新型で違うのが、旧型はここにロックレバーっていうのがありました。そのロックレバーを引いてからでないと上がりません。新型はもうこのロックレバーそのものがないので、このまま上がるようになってます。でここでも旧型と新型違うのが、新型は後ろにやって上がるんですけども、旧型は前にやって上がるようになってます。その辺の違いがあるのでね。でまずこれは後ろにやって、ここのボタンを押します。はい。はい、日野の場合、キャビンを上げて何を見るかというと、水不足が出た場合、その場合メインタンク、水が入ってるかどうか。メインタンクというのはここにあります。はい、
でここに水が入ってなければもう間違いなく水漏れを起こしてます。ラジエーターなのか、もしくはそれ以外の、水が通ってるホースなのか。その場合一回水を入れたらもう下からボタボタボタって流れてくることがよくあります。なのでまずここ入ってるかどうか。水不足出た時に、フロントパネルのところのサブタンクにいくら水入れても水不足っていうのは消えません。水量センサーがここについてるんでね、これが水量センサーです。だからここに水が入ってない限りはそれは消えることはないです。水不足が出ててある程度走った場合、上のキャップを外すのめちゃくちゃ気をつけてくださいね。吹き出す場合があるので。なのでタオルも何重にもやった上で、圧を抜くぐらいでないと大やけどする可能性があるので、その場合はもうドライバーさんでやらずに整備に任せた方が安心なところもあるので、ドライバーさんでむやみやたらとこう開けるということはあまりないようにお願いしておきます。はい、一通りね、今長谷川工場長からいろんなレクチャーを受けてやってきました。やはり新型でも旧型でも、トラブルってね、運行中に起きたりします。そんな時ね、どうしても焦ってしまったりとか、するわけですけれども、実は整備で私もいると、整備のね、連絡ある際に、これはでも未然に防げたのではないかとか、あとはですね、先ほどの故障コードもありましたけれども、そういうコードを読み取れば、いちいちね、ロードサービス呼ぶ必要もなかったりとか、そもそも荷主さんに迷惑かける必要もなかったり、または乗務員さんもね、運行の計画を崩すこともなかったなんていう事案がね、結構結果的に多かったりします。今回ね、長谷川工場長をやっていただいた知識をもとにですね、皆さんぜひね、事前に知識をある程度深めていただいた後に運行していただければ、心にも余裕を持った運行できると思いますので、一つずつ勉強してみてください。はい、それではね、動画また企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。